今回のゲームルは未公開、本編に入りきらなかったボーナスシーン大放出。絶対使わないよこのフル尺。絶対使わねえよ。リキイチくんのサンドイッチの話だけで10分のフルバージョンや EN ライバーとの延長戦、さらに樋口くんとのエクストラエクササイズもお届けします。未公開 VTR 集、まずはペトラくんのマル秘ファイル。これだけは言われたくない一言は魚臭い？ペトラくんからそんな匂いがするわけ。ご覧ください。これだけは言われたくない一言。魚臭い。そうなんかよくね、ペンギンだから魚臭いでしょって言われるんだけど、そんなことないよ。うちでも匂ってないからまだ私もわかんない。匂ってないから。嗅いでみないとわかんないよね。今から嗅いでみます。まーちゃん、まーちゃん、私近いからさ、近いからさ、大丈夫だよ。ヨルミーがなんか嗅ぎたいらしい。尻尾なんか磯臭い。ちゃんと香水つけてきましたよ。まーちゃんにも匂わせて。いや、うちは大丈夫かな。はい。私の香り送ってました。塩ってなんかでもあるよね、フレグランス。そうあるからつけてきた香水、花の香りだったけどね。なんか海辺に入る花だよね。そうだよね。そうですよね。ペトラくんの名誉のためにも言いますが、決して魚臭くなんてありません。収録用のリップサービス、冗談ですよ。さて続いては EN ライバーとのトークブロックから抜粋。3人立て続けにどうぞ。じゃあ週から旅行や EN ライバーでのコラボで役立つゲームの3人に教えたい英語。なんでこれ初めて見たの？ヤッピー？あ、そうですか。イッピーっていう。わーいみたいな。わい。ま嬉しいってこと？あ日本語で言うやったーみたいな。これは嬉しい時に使いますやつだね。使ってるんですか？よく使う？よく使うやつで。ですね。使う人は使ってます。そうそう。使っていこう。驚いた。日本に来て驚いたこと。日本は全てが便利でアクセスがいいとこ。コンビニはどこでもあるし、アメリカのちゃんとしたお店より品揃えがいいのがすごい。はい、アメリカ比べたら日本のコンビニはすごく便利と思います。何でも見つけます。はい。どんなものが売ってるの？逆に何が売ってるんだろう。でもだいぶ偏ってますね。何がないの？日本にあったけどアメリカにはこれないなーみたいな。日本の方に行くとなんか軽いなんかハンドクリームとかそうなんかマスクとかちょっとしたものね。ものが。でも逆にアメリカは車のオイルとかありますね。そう。ガソリンスタンドと一緒になってるってこと？そうです。大体ガソリンスタンドと一緒になってるのが主流なんで。ゲームでさ、よくあるよね、なんか。そうだよね。海外のさ、ゲームやると大体ガソリンスタンドと一緒に置く。そうです。ほんとそんな感じ。イメージついたすごく。なくなっちゃうと死ぬからね。死ぬか。手押しってこと車。英語とフランス語が書いてある。旅行や家のライバーとのコラボで役立つゲームの3人に教えたい英語表現。フランス語ではこれなんて読むの？これはセパフォー。意味としては間違いない。セパフォー。なんです。セパフォ。セパフォー。セパフォー。セパフォー。そう。完璧。調子乗っちゃうよ。全然合ってます。セパフォー。使い方としてはなんかフランス語で質問されたら、もしねいつか理解せずともなんとなく返事ができます。いいね、これでも後から大変になりそうだけど。あの時言ったじゃんって。
知ったかになっちゃうから覚えとこそんな3人と遊んだゲームはピコパーク。英語禁止など言語を縛ってワイワイ遊んでいましたが、本編では日本語禁止ルールの続きをお見せできていませんでしたね。ということで約束通り次のステージの様子をご覧ください。3乙女の絶望的な英語力に注目です。日本語禁止で、11の2もやっていきましょう。まあいい感じだったね。もう余裕って分かっちゃったけどね。そうだよ。英語ね日本語禁止、日本語禁止。じゃあフランス語喋っていいってこと？ Oh, French? French? フランス語。 Bonjour, bonjour. Bonjour. ボジュボジュ Bonjour. Allez, on y va. No. Okay, maybe orange first. Orange first. Okay, okay, I'll go first. It's okay. Okay. Okay, Green green is so big. next. Then green. I can save you. I can't save you. Oh, okay. めっちゃシだろ。 No, no Nihongo. Yeah, no Nihongo right now. No Japanese. No Japanese. Yes. Okay, let's go. Please Come on, save me. Oh. Okay, I will save you. Please help me. Okay. Good. Everyone's Very there. good. Oh, someone grab me. Yeah. Everyone, Okay. Everyone. let's go. Everyone. Let's go. Oh, the Let's block go. again. I'm trying to. Okay. Nice. Easy. Nice, we did it. Easy. Bravo, tout le monde. Easy. Good clear. Yeah. Bravo. 言語の壁。何？結局日本語を喋ってしまったのは2人だけ。特に雨宮くん、日本語禁止だってことをちょいちょい忘れてたでしょう。さて続いてはジョー・リキイチくんと一緒に収録した夜宮での出来事から。この日はドラゴンクエストにまつわる商品をご紹介していたのですが、なんとスタッフからリキイチくんへの無茶ぶりが発動。内容はサンドイッチの話だけで10分。皆さんからの熱いリクエストにお答えしてノーカットでお届け。華麗なトーク回しをご覧ください。じゃあサンドイッチの話だけで10分お願いします。うわマジかよ。コンビニのおにぎりとかのやつね、あれをね10分でしょ。最近あれやってます。家でさちっちゃい食パンでサンドイッチ作ったりしてる最近。作ってない。あるじゃない、なんか耳を落としたやつさ、子供の頃とかやんなかった？耳を落としたプルルルってなってこう2個あってさ、プラスチックのケースになってるやつ。あれ最近やってねえなと思って、あれの思い出を今思い出してた。これあれさやったことある？ない。一回もない？ない。やんな今度ゲームルでサンドイッチの会作る会。ゲームじゃねえじゃん。焼きサンドなら作ったことあるんだけどね。焼きサンド、ホットサンドメーカーみたいなやつ。そうホットね。こういうのね。そう。まああれも大体そうだよね。何の具がいい？私トマトが入ってるやつがいい。いいっすね。うんホットサンドメーカーならではだよね。何の味がいい？俺その生サンドと話していい？焼かないやつで。でもやっぱりねゆで卵さ刻んでマヨネーズあえて、家だからすっげえ胡椒入れるのよ。塩胡椒ギャーって入れて、で家だからバカみたいに乗せるのね。1個のこのちっちゃいこのB 級くらいのコピー用紙じゃない、ほんとにちっちゃいこれぐらいのやつにこう入れめちゃめちゃ乗せて、でグワーってやってあーみたいなのをやったりとか、あるいは家だからマーガリン塗ってジャム塗るじゃない。1枚塗った後それをもう巻いて食っちゃうっていうの、包みして。これいいよね。ピーナッツバターとかもあるけどさ、こう2枚だとちょっと負けるのよね。ジャムが少ねえからなんかね、煮るって出たりするからね。で同じ出るなら巻きたいのよ俺は。こう筒で巻きたいっていうね。なんでちょっと遠ざかるの？なんでちょっと遠ざかるの？サンドイッチの話じゃん。サンドイッチの遠くからそば立てるタイプね。じゃあちょっと聞いてくれ、声張るから。ちゃんとね。
ツナサンドもさ、家でやりたいじゃない。美味しい。ね、でもさなんかさあれ家で作るツナマヨネーズってさコンビニみたいにならなくない？なんかコンビニのなんかペーストのちょうどいいやつにならなくてさちゃんと魚のバサバサ風味が残るじゃない。なんか一生懸命油をこう切ってくださいねとか言うんだけどさ、でマヨネーズあえてもさちょっとこうなんていうのボソボソじゃん。リッチ風ね。リッチ風。でもあれがいいんだよねっていう話。ね、魚油が染みる感じがねいいよねっていう話、ね。あ、うちもトマト好きなの汁が染みるから。あ、汁が染みるのが好きなの。パンに好きなの。ツナホットツナが好き。ホットツナ。ホットツナいいっすね。きゅうりたくさん入れたい。あら、サラダ？サラダ派？サラダ派？いやサンドイッチはきゅうりがシャキシャキするのが美味しい。わかるね。たまにねやっぱコンビニのサンドイッチのきゅうり、気持ち程度の時あるよ。気持ち程度。この分しか入ってない時あるから、こう言ってね、もう一口目できゅうりの時代が終わり。その後ね、はい、来てきてきゅうりの時代がね、画角がどんどん広くなってってるからね。きゅうりできましたよ。きゅうりできたからね。きゅうりで釣れました。きゅうりで6分だからここからね。きゅうりで6分いくら。きゅうりといえば。きゅうりといえば。きゅうりといえばさ、なんかさ手もみきゅうりみたいなやつをさ作る時あるんじゃないの、おつまみみたいなやつでなんか和えますみたいなやつ。なんかあれ自分でやってることを考えたらなんか気持ち悪くならない？全然ならない。俺だけか。みんなね。なんかジップロックにとかに入れて。あ、偉いわ。その知恵がないもんな、俺にはな。ね、男素でやってるからさ、もうさ、なんだろうなこれっつってね。なんかきゅうりといえば。きゅうりといえば。あるでしょ、きゅうりあるでしょ。きゅうりといえば、普通に切れるんじゃなくてさ、なんかレシピにね、叩くってあったの。はいはいはい。叩くの？まさかと思って。棍棒で叩いてたらすっごいいい感じにバキバキそう割れてって、あ、これなんかお店で見たことあるやつだと思って美味しくいただきました。叩いてたんだっていうね。そう、不揃いな感じは叩いてたの。断面がピチャってわかる？ピチャってまっすぐになっちゃって染みないのよソースが。でも叩くと全部ぐっちゃぐちゃの断面になるから接地面が増えるからね。美味しいんですよ。いいですね。と思いました。あれと一緒だよ、こんにゃく煮物の時さ切らないで指でちぎるってやつと同じだよ。あの感じで接地面が広いといい。なるほどね。切るといえばさ、サンドイッチの話に戻るんだけどさ、自分でじゃあ作ったサンドイッチさ、ね。ホットサンドむずいかもしれないけどさ、包丁で切るのあれだからさ、なんか糸で切るみたいなやつない？大福とかしかしなかった。あ、そうフルーツ大福のあの感じ。あれ家でなんかタコ糸かなんかを用意して、その上にできた真四角のサンドイッチを置いて、なんかこうスーッと交差してスーッて切るとぶにょりにならずにこう切れると。あれぐちゃぐちゃにならないんだ。ぐちゃぐちゃにならないように。中の具切れる。あ、そうだからきゅうりがあると、シャキシャキきゅうりがいるとどうなるかわかんないから。あれでもラップに巻いてさ、普通に切っちゃえばさ、パカって綺麗に割れるくない？でもなんかさ、でもラップがさこうなるから埋もれちゃうのね。こうなっていって包丁が悪いよ。包丁が悪いんだね。切れるやつだったらもうスパッて切れる。包丁って研いでる家でさ。研いでないけどね。研ぐタイミングないよね。さ、一応あるのよ。なんか入れてさ、こうシャキシャキマシーン。あれどの頻度でやればいいのかわかんないんだよね。悪くなりそうだけどね。良くなるのかしら。なんか研ぎすぎると良くないっていうじゃん。やっぱりさ、ね、ボロボロになるから。たまにでいいんですって言うんだけど、そのたまにがわかんねえっつってんだよって話でさ。あれね、切りにくくなったらだよ。そうそう、切れねえな。大体忘れてんだよ。洗う頃には。また今度でいいかって思っちゃう。また今度で、また今度やいいかっつってまた切れねえなって生ガツを切りながら切れねえな。生ガツ。そこの話が一番聞きたいかも。生ガツを食わない？だって。カツオは渋いです。カツオのたたきはもう切れてるやつ。あ、そうそう。大体買うとそう切れてるのよね。でカツオのたたきよりさ、俺叩いてない方が好きなのよ。生のスッてしたやつ。そう、わかる？わかんない？わかんない。は？ね、あ。包丁ってどうしてる？包丁。そう種類あるじゃん。
専用のさ、はいはいはい。魚切り用となんか魚、野菜あ、肉ととね。肉とか分けてる？俺全部一本でいってる。オールインワンだわ。まな板も？まな板は逆に5色あってまな板5色セットのやつで買ったのよ。で赤はお肉、青は魚、緑野菜みたいな感じで分けれるんだけど、包丁はオールインワンだわ。分けてる？偉いね、分けてる。うち3本ある。何を？ペティナイフでちっちゃい用と、あと普通用とちょっと長いやつ。長いやあんま使わない。つ。結局中間のやつでペティが一番使いやすい。長使わないよ、長々。そう、長いの使わない。うちよく切れるやつとあんま切れないやつがある。いやいや、あんま切れないやつ捨てなよ。違うね。よく切れるやつ怖いんだよ。本当に切れるから。切れにくい時のこれはもう切れるやつで切らないとダメだって思う時しか出さない。だからボンクラのやつじゃどうしようもない時にエリートを出してくるんだ。そうエリートを常に使ってると。本当に洗い物とかする時に切れるからマジで怖い。もう洗い物とかする。洗い物するんだ。お手伝いね。ってやってるんだね。お小遣いもらうためにね。お小遣いもらうためにね。台用意してもらってね。偉いじゃん。偉いね。やってんだわ。やってんの、食器洗い。食器洗いといえば。食器洗いといえば。食器洗いといえば。洗浄機。何これ。卵かけご飯食った後のさ、茶碗ってさ、洗いたくなくない？なんで水につけといたらさ、やっぱ汚れがちょっと浮くじゃん。ちょっと浮くけどさ、なんかさ、残留思念が多くない？卵かけご飯の分際で。でも卵かけご飯そんなに食べないかも。食べねえのか。まず家でイクラ食った後さ、イクラの器にさ水やるとさ真っ白にならない？全部食えよ、イクラと。卵食えよ、もっと。イクラってそんなに食べる？イクラってそんな食べない？イいくらだってもうお寿司とかね頼んで捨てるじゃん。家でイクラのなんかこうパックみたいなやつ、ね、ふるさと納税とかでさ、みんななんか 500g 届いて、明太子、明太子何グラム？わかんない。死ぬほど来るよね、あれね。1キロが来るよね。そう、死ぬほど業務ね。結局なんか冷凍して、細かく食べるしかなくなる。なんかないですか、明太子の消費レシピみたいなやつ。明太子やっぱパスタか。もう炙りがやっぱうまいんじゃん。炙り明太。あれいいよ。普通に明太子だけでバクバク食う。こうやって。クラッカーで明太子とかマヨネーズ混ぜておやつにして食べる。じゃあサンドイッチにすりゃいいじゃんって話なんだよ。明太サンド。一周回って明太サンド。帰ってくんかいサンドイッチ。バター塗ってサンドイッチして、これちょっと焼いてもいいしね。美味しそう。確かにちょっと試してみてください。絶対使わないよこのフルシャ絶対使わねえよ。何の共感も得られなかった。いや、使います。ありがとうございました。10分です。いや、よく頑張ったんじゃないですか、サンドイッチだけで。みんなありがとうね、みんなで喋ってただけなのよ。みんなありがとう。一人2分半の持ち踏んで。やっぱりこれゲーム番組でやることじゃないかも。でもスタッフがどうしても食いもんトークを目の前で聞きたかったんだって。許してやって。さて最後は樋口くんと遊んだフィットボクシングフューチャリング初音ミクと一緒にエクササイズの未公開。選んだ楽曲はエイリアンエイリアン。果たして樋口くんと雨宮くんの体年齢は何歳なのか。私エイリアン。こんなんじゃなかったっけ。それでは始ひとまず30代に行こう。オッケー。構えて。はい。あ、ノリが良くなってる。来ないね、なかなか。うまいめっちゃなってじゃん。うまい。いいじゃない。いい子。ぽちゃ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 。ドタドチャやめて。ぽちゃ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 ぽ
ぽちゃ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 。あやさん
甘い。めっちゃ上手くなってたよ、2人とも。あれ、あみさん。お疲れ様でした。やったー。アッパーできたって。褒められるよ。結果発表。いいんじゃない？すごい。僕がやってる。25歳。すごいよ、2人とも。やっぱ隣でいっぱい動いてくれる人がいると動きやすかったよ。ちょっと若返りすぎちゃったな。すごい。ちょっとお肌プルプルか。今回の未公開はここまで。皆さんいかがでしたか？次回は通常回、お肌プルプルにして待ってるんだぞ。